津山真奈と申します。所属はドラッグプロダクト&デバイスデベロップメントという部署で、簡単に言うと製剤研究をやっている部署に所属しています。6年生薬学部の出身で薬剤師です。武田薬品に勤めて、今年で5年目になります。私が就職活動の時に軸にしていたことが2つありまして、1つ目が英語を使える環境であるということと、2つ目は研究者として専門性を磨ける環境があるということで、武田薬品はその2点を十分満たしてくださっていたっていうところがまず1つと、決め手になったのは、就職活動の時にリクルーター面談っていうのがありまして、目指す部署の先輩社員さんと情報交換ができるっていう機会だったんですけれども、その時に出会った先輩、後に私のメンターさんになる先輩なんですけど、彼女が本当に誠実で素敵で、こういった人と一緒に働きたいなと思った。今は主に細胞医薬の処方とプロセス研究、現在は注射剤の処方とプロセス研究に携わっていまして、主に細胞医薬のプロジェクトに参画しています。まず一番大事なのが実験のプランニングなんですけれども、その中でチームのメンバーとあーだこーだ話す瞬間もすごく好きで、またいい結果が出た時には達成感というかやりがいを感じますし、また次も頑張ろうとエネルギーをもらえる気がします。武田の R&D の強みは、まず世界中に拠点がありますけれども、同じプロジェクトにロケーション関わらず参画できて、同じプロジェクトの中でコミュニケーションができる、その強いチーム構成っていうところがまず大きな強みかなと考えています。もう一つはリーダーたちとの距離が非常に近いです。例えば自分の部門部署のヘッドがとても近い距離で接してくれますし、例えば昨日アンディ・プランプが湘南を訪れてましたけれども、ばったり廊下で会った時に私の名前と所属と仕事内容を全部覚えてくれていて、そういったリーダーたちの自分に近い距離感で接してくれる、そしてエンカレッジしてくれるその姿に非常に感銘を受けたので、そこも大きな強みじゃないかなと考えています。上司同僚、他部署の方も含めて縦横斜めの関係性は本当に密で、もちろん仕事で関わることも多いですけれども、そうじゃないアフターワークノミニケーションの時に楽しんで過ごすことも多いですし、そういった形でいろんな場面で受け入れてくれる。女性の比率という面では、私が入社した時から約5年間ですごく上がっています。数字としても上がっていますし、リーダーたちも女性が増えたなと実感できることが多いです。武田はダイバーシティ、いろんな面でジェンダーもそうですけど、いろんなバックグラウンドがある方々たちが集まっているので、すごく風通しが良くて年代問わず働きやすい会社ではないかなと思います。私のそのキャリア、仕事における目標っていうのは、やはり製剤技術で世界中で苦しんでいる患者さんを救いたいと日々思いながら仕事に取り組んでいます。いろんなチャレンジングなこともありますけれども、一歩踏み出すことが明日の何かを変えるかもしれないと思って、その業界のトレンドであったり、会社の研究領域のトレンドであったり、そういったところを常にインプットしながら、自分たちの会社や自分の興味の立ち位置っていうのを確認するようにはしています。リフレッシュのためにしている趣味はオーケストラでバイオリンを弾くことです。入社したタイミングでアマチュアオーケストラに入団しまして、そこで毎週末定期演奏会に向けて練習を重ねています。また iPark にも音楽部がありまして、武田だけではなくていろんな会社の音楽好きのメンバーと集まって、講堂でミニコンサート開いたり、12月にハンドベルの演奏をしたり、そういった形で音楽も楽しみながら、過ごしています。製薬企業の研究者は想像以上に仕事が面白いと私は感じていまして、武田はグローバル企業としてチャレンジングな環境がありますが、一方でやりがいはその何十倍も返ってくるかなと考えています。学生の皆さんで
製薬企業に関わらず研究者を目指されている方もぜひ武田を一度ノックしていただきたいなと思いますし、武田薬品で私も一緒に働けることを楽しみにしています。